ンのです。まさに元木さあ本日はですね、今日はフィッシャーズ対マスオさんのドッキリ企画あります。マスオ TV さんとのコラボですね。マスオ TV すごいはまあ会った時にお話しするかね、鬼ごっことか以来かな、多分。ゲームズとかでもね、コラボしてうん差しでのコラボっていうのはもう久々なんじゃない？そうだね。メイン結構そのプライベートとかでも僕ちょいちょい会うんですけど、まあねでまあ野球とかでも遭遇率の方が高いよあ、確かに偶然ばったりもよくね。まあ今日はですね、先輩飯という偽企画をやります。偽企画。YouTube という世界がさできたのも割かし最近なわけじゃないですか、はい僕たちにあたる先輩ってあんないんだよねまりいないじゃん、歴で見ても年齢で見ても、まあだから俺たちの先輩でいうとだから動画投稿系男子と呼ばれていた世代じゃない？そう、ねまあ、ヒカさん、セーフキンさん、ダンテ君とかマスオさんとかになってくるのかな、うんジェットさんとか瀬戸さんとかもいますけど、はいはい男子かって言われたら分かんないけど男性だったけどなんで、まあ、ちょっとその方々の中で今日ちょっと一緒に遊びたいなと思ったのがマスオさんです。あまあいいねで前にね、セイキンさんにこうフィッシャーズガにかけてドッキリタイプの見た見てる食事タイプの食事の動画やりましたね。なんで今日はちょっと逆パターン企画発表します。マスオ TV にバレずに寿司何皿食べれるか選手権今日はですね、まあ、先輩飯という偽企画中の中で桃太郎寿司さんというところに今日は食べに行くんですけど、はいまあいわゆるお寿司を食べます。はい。お皿に乗って、まあ、2貫お皿に乗ってお寿司が出てくるんですよ、それをまあ1時間っていう大体時間決めてそのトーク中もちろんやっていくんですけど、その中でマスオさんにバレずに誰が一番寿司を大食いできるのかという動画でーす。突っ込まれたらダメってことだよねそうで、今日はちょっといろんなルールを設けようと思うんですけど、はいまあ純粋に一番多く食べたやつが勝てるルールなんですけど、はいはい先輩のマスオさんに動画の中自体がトーク動画になるんで、はいまあ怪しまれないようにいっぱい食べなきゃいけないわけ偽じゃないです企画とはいえ話しながら食べるっていうねそうなんです、なんで、まあ、バレずにいっぱい食べなきゃいけないということで、例えばね、俺がマスオさんだとして「んああ久々だったねコラボ」とか言って「元気だった？みんな」優しいのよマスオさんねあれダーマってそんなに寿司食べるんだみたいな直接的な食べてるねみたいな指摘をもし名指しで食らった場合マイナス3皿でいきます。一皿ごとに加算されていって、はい突っ込まれた時点で3ポイント失うみたいな感じ3ポイント失います。まあでもその場で終了じゃないだけどまだ優しいのか。あーうわーマイナス含め一番多く食べてた人が勝ちみたいガチです。あーどうなるんだろうで今日のメンバーマサイ元木ダーマンダホなんですけど、はいまあ大食い組が3人と小食組のマサイがいるわけじゃないですか。今日は特別に、小食組マサイ君にはハンデを設けます。マスオさんの食べるお寿司を、今予想していただいて、はい。例えばマスオさんなるほどね、なるほど、マグロって選択するわけじゃない。マスオさんがそのマグロを食べた皿数マサイにもポイントがあおもろいやばいじゃん。マサイはだからトークでの攻撃も可能な。だからマスオさんここのマグロ美味しいですよワイルドカードじゃん。っていうちょっとハンデを上げたいと思います。ちょっとおもろいおもろいおもろいでしょお前今日不確定要素多いなちょっとじゃあ先に選択してもらおうかな。マスオさんって何好きなんだろう。そうなんだよ。ねだからその予想から始まるよね。ちなみに俺さっきマスオさんのチャンネルで切り抜き見てたんだけど里芋は苦手だったらしいです全然情報にならない。寿司屋であんまいらない情報来たね。うわめちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。なんかポイントがやっぱさたくさんもらえそうなってなった時に俺マグロセットとかそういうのが強えなと思って。そうだね一応今日ね盛り合わせ系はなしにしようと思う。あじゃあもう本当に一皿ずつって感じなんですね。はいってなるとまあマグロでいいんじゃないかな。まあまあまあマグロ一択だな。これは逆に他選んだらむずい。しめ鯖どうすか。そういうの。でもさそれさボケ取ってでもめっちゃしめそば食うねって言われたら確かに確かにどんぐらい食うの時間的には。 1時間やろう。1時間食うんだね。喋りつつでしょそうだよ。だからトークもちゃんとやりながらいや普通に喋る回設けようよトークの振る感じも俺らの中でパスし合うっていう。そうだよね。4人いっぺんに寿司さ食ってたさ。いや確かになんかマスオさん以外全員食ってるシーンありそうだよね。いやフィッシャーズみんなよく食べるねそうだよ全員そうでですね、なんとこの戦いでビリになった人今回の推し全ておごってください。じゃあやっていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。いきます。どうしちゃったんです。生マサイ。またきそして今すでやったー。
まあ一応前回ここの動画の前にヒカキンさん、ダンテ君なんで第3回になります。そんな2人をもう先にやってたんだね。そうなんです、公開前なんですけど。とはいいうことで、ちょっと僕たちの中でハマってます。企画やりましょう。先輩トーク飯。イエーイ。もう喋りたくてしょうがない。我々、まあ、活動15周年に今年なるんです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんですけど YouTube の世界って長いようで短いようでまあまああるじゃないですか。あるね。まあそんな盾ではないものの我々やっぱりこう先輩に当たる人っていうのはちょっとどうしても少ない貴重な、ということでちょっと今先輩巡りをしてる状態です。なるほどね。り。あのさ、ピンで大丈夫？いや大丈夫ですよ。ちょっと最初に触れたいけど、だってヒカキンもダンテもピンね。ピンピン。あ、よかったー。いや、そっちのなんか動画絶対見るわ。ちょっと今さ、先輩って言われると正直むずがゆい感じはあるけどね。なんでちょっと今日はちょっと松尾さん先輩として、まあね、同じクリエイターとしてちょっといろいろ質問とかトークしながら、桃太郎寿司、高円寺本店さんで撮影させていただいております。豪華にご飯食べながら。いやー、いいんすか？先輩におごってくださいとかそういう動画じゃないんで。あ、違う？ヒカキンおごってかなかった？大丈松尾さんお寿司好きですか？夫？もちろん大好き。お、言ってくださそう。しかもちょうど今ね、タンパク質を欲している。なんかちょっと痩せましたよね。ちょっと痩せた？そうっすね。まあちょっとずつ今から痩せていきたいなってところなんだけど、実は昨日ダンテ君を家に呼んで、家にトレーニングルームを作ってトレーニング配信系のを実はやってた。そうマッチョになりたいからタンパク質ありがたい。なるほど。一番モチベ高い日かもしれない。本当にマジで寿司ありがたいんだよ。よかったっす。先に準備を始めます。よはいろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでまずこちら48巻でーす。まずの時点です決して大企画ではないんですけど、なんかもう1週ぐらいだったらいけるよ。いやー、だってこれナオくんの分だからね。これみんなで100ぐらいいけたらね、いいよね。確かにね、まあ喋りながらそんぐらい食べるとそう、なんかちょっとタイトルにも入れられそう。楽しく食べたら100巻食ったみたいな。それいいね。でね、事前に質問を募集したんで、その話をしながらちょっと食べていきましょう。はいということで、じゃあそれではせーの、いただきます。どれから食べよう。迷うよねこれ。ちょっとやっぱ最初は先輩なんで好きなお寿司から選んでいいの？じゃあ僕がお寿司屋さんに行ったら絶対これだけはどこに行っても食べるやつ。ちょっと予想しようよ。まずいいですか？ちょっと当てたい。せーの、エビ、サバ、マグロ、イカ、エビ。まあそこら辺も食べるんだけど、俺絶対食べるのが卵なんですよ。卵なんですよ。これは予想外だ。スーとかじゃなくてもうね、下がガキなだけなんだよ。卵めっちゃうまいの分かりますよね。ね、美味しいよね。いただきまーす。うまい。勝手なイメージなんですけど、マスオさんって実は好き嫌い多い方かな。確かに知らないよね、マスオさんの好き嫌い。なくはない。なくな里芋、ブルー。ブルーダメなんだ。ブルーン。そう。で、あと昔トマトとか苦手だったけど、今はもう大好きで食べれるから。おーだからそんぐらいだからめっちゃ多いわけじゃない実は。じゃあ寿司は全然。ここからちょっとお店の時間もあるんで、大体1時間ぐらい行きましょうか。わかりましたはい、タイマー開始。で、一皿ずつ持ってった方がいいのかな。そうね、もう皿ごとマスオさんも持ってっちゃってください。じゃあぜひ卵を。でも俺じゃあこの大トロにしようかな。一番目の前できらめいてたもん。そう。じゃあこれかな。俺はちょっとサーモン好きなんですいませんが、本当に好きだよね。いただきますね。いただきまーす。やったー。でも15年ってことは、じゃあ10何歳から始めてたわけでしょ。13っすね。やばいな。中3の卒業間際に投稿を始めたんで。すごー。 YouTuber って単語がない時代ですよね。そうだよね。マスオさんはどのタイミングで専業になったの？専業になったのは十何年前で、専門学校、マッサージの専門学校行ったでしょ。で、その後1年間カナダでマッサージ師として働いて、それがすごい経歴それすごいの。海外行けるってのはすごい。いやもうほんと思いつき何にも考えずに行って、で帰ってきてお金なさすぎて2年ぐらい働いてたんだよね。2年ぐらい働きながら YouTube やって専業になった。僕も社会人2年やってから専業になったの。もうタイミングをずっと伺いながら仕事やってたのか、それともたまたまそのタイミングが来て切り替わったのか、どっちですか？
働いてでも両方好きだったから両方やりたかったんだけど辞めるタイミングでウームにさこうスカウトされたのとあと今年その年に、YouTube が爆発するぞって思った年だったの。もう予感があったの。そう流れ的にだから今なんか働いてたらもったいないなと思って辞めたっていうのが結構勇気いるっすよね。勇気いるよー。先人もほぼいない時代ですからね。そうだって職場の人にもめっちゃこうあれだったもん心配された。まずだって何か分かんないですもんね。周りへの理解が全然今も分かんないですけど、今はさ、なんかもうクリエイターっていう存在がもうそういうのあったなみたいな表に出るようになってきたし確立したようなもんじゃん。う昔はそんななかったそう。んなかったしもうその上司とかも大丈夫生活できんの収入ってどういうことあるのって言われてたからマジでだからこの世代の話聞けるって貴重だよね。だから俺さあ辞めるタイミングでもアジそうなんですよ。だから僕職場を辞めるタイミングで、でも一応なんかその本当に仲のいいところに詰めさせてもらってたんで、ある程度心配をしてくれたのもちろん、なんだけどそれも大丈夫だよっていうのをちょっとある意味証明するために辞める手前にその会社も絡めたイベントをフィッシャーズ呼んで、お客さん入れてやったんだよね。かき氷のかき氷だ。あれ僕会社絡んでたじゃん、でこれだけもうできるようになったんで心配しないでくださいっていう意味でもそうですし、ちょっとね貢献したりとかっていうやめ方だったんで。これさピンになるかもしれないけどさ辞める時どんぐらい収入あったのダークだからもうダークやばい。もうそうなんです。ダークマソさんダークすげえな。久々だもんこうやって YouTube っぽい動画でもなんかこっちの方が話しやすいっすね。今ねYouTuber っていうよりもう配信者っていう意識だからこうやって動画撮ってないのよ。だから生配信でもうなんか聞かれたこと結構もう答えちゃう感じでお互い答えません。いいですよ。本当だ。大きな違いはソロとチームじゃん。全く予想ができない。僕あれだよね、辞める会社の最後の瞬間。違う辞めたタイミングでもうフィッシャーズのだってさそっちか。やっぱさみんな辞めるタイミングって独立したい人ってどのぐらいあったらお金を立てないといけない。お金は重要だ思ったりしない？いや僕ちょっと待って覚えてる。タコ食ってからちょっと。やっぱ友人関係でやってるんで、その給料日がいつだとか、その辺って正直結構ふわっとしたんですよ。最初の1ヶ月目僕はなんとなく20か25かなと思ってたんですよ、給料日が。最初なかったんですよ。おっとこっちから聞くのも違うしまずいよ。まずいねそれね。タイミングもあるのかなと思ってでなんだけどその1週間後ぐらいに急に僕と、シルクとマサイがパッと集まった時にちょっと今まで頑張った分ももちろん乗っかっててこれ最初に渡すから、ちょっと一旦これでなんとかやってくれって言われて渡されたのがその当時のさ仕事でさポンなんてありえない社会人で普通に仕事で僕ここ今もうピードで言って俺でもメンバーは初めて聞いた。会社に行きながらやってた YouTube の間僕お金もらったことなかったんですよ。そうだよね。だって蓄積されたやつがってことだもんね。そういや正直僕はあの日感覚が狂いそうで怖かったですねそこも含めて俺多分試されてるなと思って俺はこれをいただいて感覚が狂うようだったら今後この活動やっていけないなと思ってそーっと口座に入れて10万円で買ってご褒美としてねご褒美としてで初めてニトリで高いベッド買ったいいね。それまでそういう時にあったんだね。ビッグ A の前でさごめんめちゃくちゃ地元じゃん。これ言っていいですか？俺昔綾瀬住んでたって言ってるから。そうですよね。いや僕西亀有に住んでたんですよ。そうでマジで本当にねこれ初めて動画で言うんだけどずっと言いたかったんだけど1週間に1回はすれ違ってました。合ってたね。そうペッパーランチから俺がパッて出てきたらマスオさん、信号待ってたらマスオさん、そうビッグ A でアイス買ったらマスオさんみたいなどこ行ってきたの？ペッパーランチっすよ。おいお前もかいってなって。そういう縁もね昔からあるんですよね。そうあったね。我々はとそれで言うとマスオさん気になる。そうマスオも辞めてもまあいっかと思ったその当時言った金額ないんです。うわ一緒や。同じ。すごい。
超えたタイミングでちょっと頑張ってみよう、独立してみようと思った。その当時までは僕本当に極貧で本当にお金なかったから本当に感覚狂いそうではあったけど、すごいことじゃない？でもその当時それが3年続いたらいいなと思った、もし3年続いたら貯金が例えばできてまたマッサージ師として頑張れたらいいなぐらいな感覚だから、ずっと続くなんて思ってないし、その当時贅沢なお買い物とかほぼしなかったから、だから感覚は狂わなかったね。でもびっくりしたけどね。いや急にそんぐらいどうしよう。常に行ってたわけじゃないからね。常にずっとその金額言ってたわけじゃなくて、一回ポンって行ってよしっていう思い立っただけだから。だからあんまりだからフィッシャーズメンバー同士お金の話とかって全然しないっすよ。しないね。お金の話めっちゃしたくて今日来たんじゃないけど、そこぐらいだったらなんか夢あるなって。ラーマのカミングアウトがさ、今来たんだけど、ごめん俺飲み物なかったんだよ。そう優しいな。ごめん。来ました来ました。こんな感じででもマスオさんと飯行くのいつぶりとかあるんですか？俺フィッシャーズあんまないよね。みんな揃ってっていうかね。だからプライベートとかでちょくちょくね、なんか聞く会うメンバーいますよね。そうそう、あったりちょいちょいね。僕なんか飲食店でサウナ行きましたよ。そうだね、サウナ行ったりはい。飯屋であったりね。どっかの焼肉屋さん、俺行ったことない焼肉屋さんだったんだよね。ザカオくんかな。ザカオマスオさんばったり誰かに会う率高くないですか？いや、バッタリさんのあれマジやばくない？あれやばいね。あれもやばいです。まあ、ヒカさんにも聞きましたけど、あれマジなんですよ。あれマジでで会って日の予定結構いろいろ崩れたわ。多分ね、いい方向に崩れてくれて嬉しかった。後から撮影行くみたいな感じでしたもんね。いろいろ来た。来た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 。ラップ回しちゃいましょうか。はい、来ました来ました。いいね。あんまマスオさんって飯系の動画って最近あんまり出してないの。嫌い。そうだね、あんまり出してないの。オールフリーだよ。そんな。先輩から。先輩がついてきちゃって。ここで日本語ちょっと面倒くさいって言って。どうもつむんで。ジャパン。お疲れ様でした。うまいね。最高だ。初めて撮影したのって土手だよね。ああ、そっか。土手で雑巾持ってやりませんでした。いやもうね、最初正直ダンテからフィッシャーズの話を聞いてたの。 YouTuber がいるぞと。でなんかそいつら面白いぞってダンテから聞いてたんだけど、俺もう自分のことで必死だったからあんまり知らなかったの。コラボするってなって何やるんだろうって聞いたら、いや土手を雑巾掛けする撮影をしますって言われて、やばいやつらだ。土手を雑巾掛けどういうことなんだと。その当時も若いなって思ったのと、すごい破天荒なことするなって思って面白いなって俺ら最初よく撮影してる公演とダンテ君の動画で出た公演が一致した時があって、大興奮でした。そんなわけないもん。いや、そんなわけないだろ。でそこでね、マスオさんのこともいろいろ聞いたりして、いやでもそっからすごいね。だって互いにっすよ。木登りぐらいな感じでもうね、超絶的にこう人気者になってくる。いや互いにっすよ、これは。すごいな。詰めます。だからこれあの時にもっとね、なんかいっぱい俺も出とけばよかったと思う。そうだから最近6人が全員動画に出て1ヶ月間毎日とかっていうのはあんまりなかったんですよ。動画によっては、僕とシルクだけとか、コラボの時もメンバー厳選だったじゃないですか。こうやってみんながある意味平等にというか、今日ちょっと個人的にすげえ幸せ。嬉しい。エモいね。そういう意味でマスオさんはやっぱ個人でよかったなって思うことがあって、まあ個人でよかったこと、トラブルがね、自分だけで済むからいいよね。待って、これさ、言わせようとしてるでしょ、こんないいやそんなことないよ。いやでもだからこれはだからある意味優しさというか、マスオさんの優しいところだよね。人に迷惑をかけたくない。チームメンバー1人がやったこともさ、全員で被害被るじゃん。そういうのとか、あと人間ってさ、みんな仲良くやってるけどさ、どうしても
ずっと一緒にいると喧嘩とかあったりするじゃん。まあ正直ありますだからそういうのがないっていうのはソロで言ったら楽なんだけど、でもやっぱ家庭ができてちょっと変わりました、その辺は。まあそうだね。でもよくマスオさんのねご家族とうちの結婚式なんかも来てくれて、家族同士の関わりですね、何度か。また家行きたいなっていつも言ってんだけどね。ぜひぜひぜひ。何頼んだのかな。あ、めっちゃ来ためっちゃ来た。とりあえずね、もういっぱいポコポコ頼んでます。はい来た来た来た。いっちゃってくださいよ。じゃあマグロサーモン持っちゃおう。サーモンいっちゃってください。あ、やった味噌汁だ。じゃーん。うわいいわ。うわすげえ。うわ来た来た、カメラカメラ。乗るんじゃん。やっぱね、寿司といったら味噌汁でしょ。海外に味噌汁ない時、まあもちろんないんですけど、めっちゃ寂しくなりません？なるね。日本に帰ってやりたいことって言ったら味噌汁飲むのと牛丼食べるのとワンピース読みたいなと思って。ワンピースね。いやわかる。もうある意味ワンピース月末まで見るまで死ねなくないですか？ジャンプさ、そんな手に入らないし、今みたいにネットで買えないから、ね、アプリじゃないから。だから1年間貯めるわけよ、ワンピース。超楽しみじゃん、帰って。やばっ。ね、帰ってきたら一瞬で終わった、読み終わった、1年間分。ガチシャボンディだ。今さ何分ぐらい経った？ 24分。そろそろ。質問コーナー。確かに質問コーナー行きましょうか。ついさっきやったけど、もう183件来た。お互いに羨ましいと思うことは？羨ましいっていう。それはめっちゃある。羨ましい点は撮影みんなでやっててめっちゃ楽しそう。それがね、もうほんとチームっていいなって思ってたし、楽しみの延長線上でちゃんと YouTuber ができてるなっていうのがすごい見てて思ってる、みんなのこと。それで撮るじゃん、楽しいことはよくあるけど、なんか何やってるのか一人だとよく分かんなくなること結構あるんだよ。いろんな視点がいりますもんね。ほら、そこでマネージャーさん笑ってるでしょ。そう、マネージャーさんね、3年前ぐらい僕についていただいてたマネージャーさん。そうなんですよ。だからね、一人で楽しくないっすよねって言ってた時のね、ことを多分思い出してるんじゃないかな。そこが一番羨ましかった。物買う時とかで、僕たちなんかもちろん企画のものだったら全然 OK なんですけど、ちょっと額の高いものとか、これ本当に買って大丈夫かなとか、値段に対してちゃんとフィッシャーズのチームに貢献できるかみたいなクッションがあるんですよ。だからそれを買う時とかは結構悩みますね。そんな出すみたいな。例えば何？わかんないんだよ。大きな企画とかやるときは例えばシーズン中リフォームしますってなった時に3桁かかる時があるんですよ。これってその予算に対して見合っているのかどうか問題とか、ちゃんと会社。そう費用対効果がね。そう、そこはやっぱチームだし、そうだね。なんかちゃんと動画を撮るまではうちはその何々するって言わないスタイルなんで。そうなんだ。そうなんだ。絶対言わないです。聞けないんだよね。オープニング撮るまで内容知らないですよ。やらせなし。ってことは逆に言うと企画に本当に責任を持たなきゃいけないんですよ。だからそれがある意味自分と自分だったら、まあ多少ちょっとミスってもまあ次頑張ればいいやつ。僕羨ましい。他のメンバーもあるよね結構。やっぱミスっちゃったこともある。まあなくはないですね。もうちょっと節約できたなみたいな。気まずくなるね、それね。まあ別にそれで責めるとかってことはない。でも一人だからとは言ってそんなお金バンバン使うこともないですよ。使わないね。だからダメだったんだろうけどって言ったらみんな気まずくなるかもしれないけど、もったいないことあんまできないんだよね。当時さ、超大量買いとかさ、ありましたね。流行ったじゃん。なんなら今でもあるぐらい。そう、ああいうのがちょっと苦手であんまりできないから、もったいないなと思ってできなかったりとか、あんまり一動画にすごい予算をかけてっていうのがあんまりしたことなくて。そう。逆に一番予算かかったのはそうさんなかった。なんだろう。ミュージックビデオとかミュージックビデオ、本当に安上がり。ウームの場所で揺れてるだけだろ。撮影もウームのひろきさんに撮ってもらってる。いいよっつって。強いて言うんだったらやっぱパソコンとか機材っすよね。機材整えるのは確かにお金かかりますよ。しかも配信ってなると余計ね。あんまりこうめっちゃ高い企画やる感じじゃないんだよね。ブランドとかも買わないイメージありますよなんかね。ブランドものもね。どうブランド？僕のウーム T シャツ。そうそう懐かしいな。もう10年ぐらいこれ見てください。このサイズも自社製品。ね。自社。僕だけちょっと違う。スティール式ですけど。別にさ、着ちゃいけないってわけじゃないけど、あんまりそうやって買わないし、今日も僕電車でここまで来たしで、あんまり使わないんだよね、他ね。だってマスオさんね、タクシー乗ればいいのにって時も
ちゃんとこう電車だったりとかそうなんだよね。高くねタクシー。やっぱ高いですけど、高いですけどなんか雨降ってる時とかあるじゃないですか。どうしてもこれ野球終わって疲れてるしで、松本さん何で帰るんですかって言ったら、もう電車ここから15分ぐらい歩いて帰るそしたらうちの車乗ってってください。あざーすっていつも言いながらね。そうウーム野球部の帰りそわそわしながら「直君今日買ってくれるかな?」ダメな先輩。今日はだからなんならもう一席あげてあ本当に帰りました帰りました一緒に一緒にマグロうまいですか？うまいね。ここのマグロうまいっすよね。うまいっすね。家族でお寿司とかいます？最近ねやっと行くようになった、っていうのもちびおがもうなんかお寿司屋さんでもちょいちょい食べれるような感じになってきたから最近やっと行けるようになったかな。 YouTuber の子供たちで遊ぶ絵を僕は見たいんですよ。見たいヒカキンチ借りようぜ。ヒカキンさんお願いします。お願いします集合20億円ハウスで。いいですね。これ松尾さんが言ってくれるの全然違うな。全然違う。昨日もなんていうの合鍵作ってくんねえかな。でもまあそういう仲ってことですよね。気兼ねない中というかあ、そうだね。実際に貸してくれるかどうかは別として、ダンテ君とまだよくあってますよ。ダンテはね、本当によく合ってるね。昨日それこそトレーニングしてマリオカートを生放送してそれで5時間ぐらいだったんだよ。でその後サウナに行ってっていう。あ、本当に仲良くないってあれはいい実は普通の関わりぐらいだったらマリオカートやったらバイソンだもん。まあね、そうだね。あーでもいいなそれ。誰会う？本当どうかの一世。おー。まあ会うというか最近会った。俺デカピンさんも毎週連絡取ってます。そうだよね。デカさんのイメージある。馬関係。今関係で、はい。ダンテ君やっぱ個人ライドもするな。だってあれでしょ、家にジムあるんでしょ。そうです。今やばいのができたので、すごちょっとぜひ。ー。ね、いい来てくださいって。あ逆にあれしようよ。僕のところに持って一緒に来たいよ。ああ、やりましょうやりましょう。足結構しっかりしてますね。で足はね、単純に太っただけなんだ。でもまだトレーニングし始めだからこれからだね。あ、だってウームもさ、野球やりますね。まそう、たこれいつ公開されてるのかわかんないけど北海道で野球やることになったからさ。北海道でやるの？あそこ日ハムの本拠地。すげえ。待って知らないんだね。そっかそっか。いや、ダホが野球やってるのは知ってるんですけど、詳細まで聞いてないです。そうか。メンバーが何してるかってあんまりあれ後から知る自由行動。いいな、チームってすごいな。結構自由っすね。苦手なものはあります虫だとか高所だとかあ、虫食べろって言われても食べたしな。なんかありそうだけどなんか忘れちゃったな。なんかあると思う。海外遠征でアマゾンとか行けますね。もうむしろ行きたいね。いや、そうだからこれはっきり分かれるよね。メンバーもそうなんですけど、当時3人だけ行きたいって選抜で行ったんですよ。そうなの？じゃあ行きたいって言えば行けたの？もったいないよな、メンバー。そうっすよね。僕も言ったんです地けど。球の裏側っすよ。やっぱ死ぬ可能性がある。いやー、まあだけどさ、そっちやばい。そっちやばい。仕事で行けるわけでしょ。そうですね。最高じゃん。ね、大学のなんだっけ、何してる？じゃあ就職だから新卒で就活するかみたいな時期に、アマゾン行かないかって言われて、いやでも一生に1回行けるか行けないかじゃないですか、みたいな場所なんで、いやこれは就活とか言ってる場合じゃねえと思って。だって元木の当時の選択就活かアマゾンからそう、その自宅で。すごっ。就活でアマゾンなじゃないんだもん。じゃないです。違うよね。めちゃめちゃ大企業じゃないですか。アマゾン違いが出ちゃう。ありましたね。こうやってさ、食べながら話しててさ、びっくりするのがさ、はい、あ、自分、まあ寿司食べてるなって思ってこうやって皿のさ、厚さを見たら倍いってるんだよね、ダボ君がいつの間にか。すごくない？わー、本当ですね。一番喋ってそうなのに一番食べてるんだよ。無駄をすると。燃料っすね。それで言うとみんな食べてますけどね。さすがだよね。フィッシャーズの中で結婚をするとしたら誰を選びますか？おい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 。マスコがね、選ぶのね。シルクロードンダホー、北山雅也、元木、坂川。やばいな、難しいな、ここ。あ、でもね、言っちゃっていいですか？お、じゃあマスオさんがフィッシャーズの中で結婚するとしたら誰？ザカオくんで。っていうのもちょっとあれですけど。あれ、ここにいないやつ。夫婦でご飯食べてる姿がすごい楽しそうだったんだよね。もちろん直くんちもさ、すごい楽しそうではあるんだけど、なんか2人で食べてる姿がす
すごい楽しそうだったのと、あと結婚式の時にねテーブルが同じだったんだよね。そうだ、ザカオ夫妻と。でそこで話してたらすごい夫婦も楽しそうでっていうのがあったから、ちょっとザカオ君を選ばせてもらったんだけど、正直もうみんなもう全部の争いだね。優しい優しい。結婚してる人たちはすごい上の戦いしてたんだけどね。この人は嫌だな。おいもうダークで言ってもらっていやガチガチ。シルク君シルクなんだ。なんか今の夫婦の姿見てたらいいなって思ったんだけど、ちょっと前までのイメージだと奥さんになった人もなんか体鍛えなきゃいけないかなとりあえず超人にならなきゃいけないみ超人にたいなね。ならないとついていけないかなっていうイメージがあったから選ばせてもらった。昔はなんか YouTube ロボットって言われましたよね、彼はね。そう奥さんもロボットじゃなきゃダメかなって思ってゆっちゃんも結構そっち派めちゃめちゃバイタリティ溢れてる。家族同士でさ一緒にご飯食べさせてもらったりとかよくしてるんだけどね。いや僕結構そういう付き合うなら結婚するなら投票は勝手だけど強いと思ってる。いやでもここでナオ君ってなったらあーっと面白くないかなと思って。歴が長い。いや逆にこの弾かれたメンバーはなんでなんですか。いやいやなんか癖がそれぞれ強い。間違いない。間違いない。って言ってもまだね、まだ全然ね。結婚しないっすよ。結婚しないっすよ。いや、すぐ裏切るよ、こんなの。誰かすぐ裏切るよ。今だから結婚してないのが元木マサイダーマの3人。そうだね、今ちょうど半々で分かれてるんだよね、結婚しないとしてる。ダーマ君が結婚しそう。あれ？なんかいい人見つけたらスルスルスルっと「あ、僕結婚しちゃいます」とか言いそう。逆にね、元木君とマサイ君はね、自分の時間が充実しすぎちゃってちょっともういいやってなりそう。いやかなりリアルですね。クリエイター生活分かってる人の方が分かってる。それリアル。楽しいんですよね、今がって言ってて、35になっても今すごい楽しいんですよね。マジでそう同じこと言ってます。俺今めっちゃ楽しいです。フィッシャーの未婚者組にその恋愛リアリティホニャララみたいなのちょっと挑戦してみるみたいなちょっと話題になった時があったんですよ。もしあったらマサさんそれ見ます？ちょっと見てみたいけどね。どういう風にアプローチしていくのか、誰がどこを狙うのか、その衝突した時どうなるのか。まともなやついないですけど。女性呼んでまたアマゾン行ってくればいいじゃん。あれみたいな。やばい。いつの間にかすぐは。いやいやいや。ラブアートって。そう。世代や。世代が世代そう結婚同じしたい今。これは実はそんなにってか。ほら。だから充実組で個人。どう？したい今。俺は全然考えてなくて、いい人がいたらタイミングズ合えばみたいな。そんな自分から積極的って感じじゃないですよ。どっちかっていうとその相手のためにのタイミングが来たら。まあそうそうそう。めっちゃ結婚したいですね。したいんだ。はい。いるじゃないですか。親父たちが。幸せそうだもんね。大変だけどね。やっぱ。だとしたらじゃあ次来るかもね結構。なんかアドバイスとかないですか？確かにね。で松尾さんは今の奥様と出会いのきっかけだけで言うと自分から言ったのか、それともそういうたまたま同じ何かだったのか。たまたま同じだよ。だって合コンだもん。ええ。そうなんです。でもそれはでも松尾さんが踏み込んだと。いやじゃなくて普通に飲み会に行っただけだよ。そうなんですね。もう一人じゃ飲まないルールっていうのがあって、自分の中で一人で家で飲まないっていうルールで、その当時飲み会とかもあんまり誘ってくれる人いなかったし、編集忙しかったから行かなかったんだけど、たまに誘ってくれる人がいて、それで合コン行こうよって言って出会った。女性めっちゃ探すぞっていう飲み会に行ったから、あ、もうこの人たちと二度と会わないだろうな、酒美味しく飲もうみたいなだったんだけど、家に帰ってきて、そのLINE グループだよね、作るんだけど、LINE グループ見たら実は最寄り駅同じところに住んでる。うわ運命だ。これはそうなんですね。ポケモン GO を一緒にしましょうって。めっちゃいいじゃないですか。マジで？でちょっとソーシャルディスタンスを保ちながら、これリアルね、何メートルか保ちながら、今何々いましたよでレイドをこうじゃあこのブルーチーム倒しましょうチーム起きました。あ、僕も起きましたっていうのをこうやってた。まず最初でそれで結婚の期間って言ってもね、まああれだけど1ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいかな
やってなんかそうお付き合いすることになって素敵素敵だな。結婚したいなって当時31とか2ぐらいだったから年齢的に多分言ったらだからそろそろ誰かなんかいい人いたらいいな結婚とかもちょっと考えなきゃなって思い始めてたところではあったね。共通点と共通の趣味って絶対大事だと思う。あでももう早いね、50分ぐらい食べ始めてしまった。もうマジかよ最後の質問になっちゃうかも。追加注文大丈夫？これまたちょっとさっきのと近いのかもしれないですよ。もしもフィッシャーズのメンバー誰か2人で動画を撮るなら誰をやりますか？これはちょっともう一個踏み込みたいんですけど、まあなんか純粋に楽しそうとかもいいけど、ちゃんとある意味その再生数とかその世の中への反響も含めて意識したところでこの人とこういう企画やれたらいいなとかまであったら、あえてコラボを企画するならって感じそう聞いてみたいよね。リアルなところはい。でそれで言ったらね今さフィッシャーズってゲームも力入れてるじゃん。そうですね。今バリバリやってますね。で最近僕も配信者に割となってるわけよ YouTuber っていうでそういうのでまあなんか配信したら楽しそうだなって思うところで言うとそう元木くんとマインクラフトでハードコアクリアするまでガチで終われません。やばいやばいですね。耐久配信って面白いから本気で終わるまでやめれません。僕クリアしちゃいます。余裕かねこれさ実現しません？えマスオさんが良ければ。ねえむしろあとじゃあ赤色終わるまで終われません。いやなんでそんな高難易度のゲームやばいクロムゲーっていう超死にゲー超むずいゲーで一番むずいって言われてるゲームで僕このゴールデンウィークぐらいにやって53時間配信し続けてクリアしたの。配信しクリアしたんだ。でも2人でやるってなったらそういうマイクラとか耐久企画とか面白いから確かにでも本当に数字を言うんだったらやっぱりフィッシャーズってみんなでわちゃわちゃやってる姿が一番見たいはずだからみんなでクリアするまで終わりませんが一番面白いからありがたい。一人がやられたらそこでもう一回最初から本当に辛いよみんながやられちゃダメ絶対やりたくない。僕を入れるとですね、少々炎上しますけど大丈夫ですいや目がもう全然大丈夫最近でめっちゃ嫌いなんですよ。自チャンネルでも何度か炎上しかけてる。大丈夫俺なんでどこいないのってね。気持ちをね何度かやめました。ぜひ皆さん。いや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 いいですね、そのリアルですね YouTube の。そう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 じゃあ次の質問。あ、これ大事。うちもフィッシャーズのおじいちゃんになるから入れ歯レビューするまで一緒にやろうみたいな話をしていつ頃まで続けてみたい？気になる。それで言うとさ YouTube って人生のログみたいなものだと思ってるからいつまでももうやり続けたいなと思う。ぶっちゃけで言ったら正直僕は今年の前半で YouTuber としての形変わっちゃったからまた YouTuber って言えるのかどうかわかんないいやでもその配信のねやつも動画で出てるわけで。一生やりたいなとは思ってる。そして楽しめなくなったらおしまいだから楽しめるように形をうまく変えながらやっていけたらなと思ってるね。だって少ない60歳になっても毎日投稿しようぜって言ってたらやばいっしょかっこいいかっこいいかもしれない。そこまでいったら逆に僕今年 YouTuber っていうのから配信者的な感じで形を変えたのね、内容をざっくり言うと配信たくさんします。ゲーム実況だったりあと外に出ても配信結構します。でその切り抜き生放送の切り抜き動画をマスオ TV に上がりますっていう形になったのでこれしてから僕編集を人にお任せするようになって楽しいことに全集中できるようになったのね。なるほど。韓国行こうかなと思ってその日中調べてその日にもう韓国いきなり遊び行って任天堂スイッチ探し歩いてっていうこともまあしたりとかもだからそういう楽しいに全ベッドを今できてるんだけどみんながこれからじゃあ例えば今15年後15年でしょ25年あと10年後は個人でどういった形になってたいかを知りたいな。フィッシャーズとしてはまあチームのいろいろあると思うけどダオ君だと結構プライベートでも話したことはもちろんたくさんあるからさいや僕は馬をやってたいですねとか言いそうだなっていうのを勝手に予想してるんだけどでもそういう意味ではなんか多分あと10年今ちょっとまだ足らないなと思ってるのがそれはもちろん歴史とその自分の実力もあると思うんですけどなんか10年後ぐらいだったらその今のテレビ番組みたいにこのチャンネルに属さない人が出てくると思うんですよね。
YouTube チャンネルいっぱいあるんだけど、ちょっとなんかテレビっぽくなってて、このチャンネルはこういうメンバーが出ます、このチャンネルはこういうメンバーが出ますみたいなところのなんか司会なのか、ちょっと大事なポジションの一人になって、なんかこう YouTube 全体に通して欠かせないンダホになりたいなと。すごいちゃんと考えてる。まあそういう意味だから競馬番組とかを YouTube 上でできるようになって、なんかこう若い子とかそういう年上の方いろんな人連れてチャンネルやったりすすごいヒゲ親父なんだね。そういうことでしょ。とかは理想ですけど、やってみたいなとかはやっぱ自分で人をお呼びして、まあ撮ってそれでやっぱり話題になるようなものまでは行きたい。元木の部屋をやりたい。ああまあみたいなやっぱ今どこかに出させていただくみたいな話題が多いので、逆にこうゲストをお呼びした時にこういい感じになる。いいね、うんいいね、そういうね、ソロでもこうさ、いろいろ活動っていうね。いやー、そんなに周りのメンバーほどビジョンはまだあんま見えてないんですけど、まあ変わらずわちゃわちゃやれたらいいのかなって感じは大事、そういうメンバーも絶対大事だから。何やってる時が楽しいの？大概楽しいですけど、辛いもの食わされる時とかはまあやっぱり単純に苦手なものがメインの感じの時はなかなか苦しい思いはします。苦手なものを食べさせられてるのにめっちゃ楽しいんですよっていうのがいやいや、それは知っただけです。クリエイターとずっとわちゃわちゃ遊べる人生があればいいのかな。まあ僕も結構好きなものいっぱいありますけど、今何が楽しい？今なんだろうな、今家の拡張楽しいっすね。いいよね。うん、家具とかそういうコレクション並べたりとか、今新しく全部してるんですけど、あまあでもそういうなんか自分の発信をもっと増やしていくとか、そういうの全然やっていってね、いいね。まあ今の最大限拡張していくみたいな感じ。確かにフィッシャーズ村作ろうよ。あ、いいですね、ねビッチャーズフィッシャ村。ーズ村作ってね。まあだからそういうのをまとめてなんか一緒にできるようなやつになりたいですね、僕もね。確かに。それはもうスタッフも含めてです。結構やっぱね、松尾さんもちろんそうですけど、今やってることってやっぱ基本やりたいことに超多いじゃん。それがやっぱ YouTube にいいと思うんですよ。そうだね。先輩もぜひよろしくお願いします。いや、こちらこそよろしくお願いします。ってなったことはこれ時間なんもしかして。そろそろやばい。麺も竹のあるお開きですから。ちょっと松大丈夫？尾さん動画がとして成立してる？大丈夫？もちろん大丈夫です。あ、じゃあだって松尾さんが最後に今のがごめん、今のが最後。そうですよ。ごめんごめんごめん。俺もそうかなと思ってたんだよ。思ったよ。そう思ってます。あ、じゃあそういう感じだったんだ。そうそうそう。お前そこだぞ、結婚できない。やばいちょっと今のだよね。そうダークでもなんでもなくお叱りなんですよ。面白いということで1時間の楽しいお話終了です。でですね、ごめんなさい、松尾さん、ドッキリ大成功。いや、もちろんこのトーク動画はちゃんとトーク動画としてもちろんお届けするんですが、実はですね、この動画の裏でもう一つ何かが動いていました。わかんない。誰か寿司、何？誰かが作ってる。なんだ？シルクの上に隠れてる。そうなんですよ。松尾さんにバレずにどれだけ寿司を食えるのかチャレンジ。寿司？食べたい。なるほど。マスオさんともちろん先輩とのトーク動画っていうのは前関金さんとかやってもらったんですけど、お届けしつつもその裏でマスオさんに感づかれず果たして個人それぞれどれだけお寿司を食べるのかという。そういうことだったんだ。はい、みんなめっちゃ食べるじゃんと思って。この終了までになんと1皿1ポイントなんですが、マスオさんに「あ、君食べるね」と言われてしまった人はマイナス3ポイントで、僕やっぱ受けたじゃないですか。気づいてないうちに誰かもしかしたら食らったかもしれないし、そして、なんと今日は、元木ダーマンダホは大食い組と言われるメンバーなんですけど、マサイが小食なので、僕はこれでも結構もうお腹やばいっす今。そうなんだ。実は彼だけハンデがありました。今日のマサイのボーナスハンデはマスオさんがマグロを食べると1ポイントです。うわ、だからマグロって言ってたんだ。本当に美味しかったよあれ。じゃあということでマグロさんじゃねえや、マグロさんじゃねサザエさんに新たな追加されたキャラクターがマグロさんというキャラクターも追加されたのかな。今のは笑うセールスマンだろう。え合計の集計が出ました。10位で発表していこうかな。じゃあマスオさんがマグロを食べた回数発表します。はい、本日食ってくれ。11皿中マスオさんがマグロを2皿食べました。2皿食べて
出たか。はいなんでマサイには2ポイントよし、でかいぞ。おお。ということで第4位合計14ポイントマサイそれでもということで本当に僅差です第3位15ポイントダーマおお。危ねでダーマ指摘なしですえ。ってことはまあプラマイゼロですか。ゼロです純粋に15差と思いましたへえ。でなんとここすごいですポイントだけ発表します順位は元木17ポイントめっちゃ食ったやん。そしてンダホ19ポイントなんですがンダホはマスオさんに一度指摘をされたため僕ンダホ第2位16ポイントなんとこのルールの超えて1位は17ポイント元木だから1位17ポイントの時に16ポイントの方3位15ポイントのは4位14ポイントまさにっていう階段だ。あらめちゃめちゃ僅差悔しいな。今回のこのポイントが一番低い人がこれですおえ。違うなんと、今回第4位のマサイがおめでとうございますはい、お支払いさせていただきます。ンダホが指摘された時ちょっとみんなほっそれてたと思う。めっちゃ楽しかったっていうのをちょっと先輩の前でねあ、いや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 。でちなみにごめんなさいヒカキンさんとダンテ君とこの動画を撮ったというのはごめんなさいそうです嘘？合計額41,650円こちらになりますはいなりますっていうなんかちょっといろんな見応えのある動画でございましたでも本当に先輩飯ずっとやりたかったんで今日はありがとうございましたありがとうございましたマスオさんチャンネル概要欄から飛べますのでぜひチャンネル登録してこの動画にグッドボタンもよろしくお願いしますお願いしま皆さん合わせてくださいせーのごちそうさまでしたせーのある動画見てくれてありがとう。セカンダリーゲームチャンネル X インスタグラム他にもまだまだいろいろあります。チャンネル登録グッドボタンよろしくね。せーのアデューディア